もやもや探検。はい。では今日は、もやもや探検コーチ養成スクールのミカさんにお話を聞きます。よろしくお願いします。お願いします。はい。まずミカさんがもやもや探検コーチ養成スクールに参加しようと思った理由を教えてください。はい、参加しようと思ったのが、ちょうど去年の12月末に、たまたま Facebook を見ていたら、ルンさんの広告が流れてきて、なんか面白そうだなって思って開いたのがきっかけなんですけど、その時の私のタイミングっていうのが、ちょうど次の年の1月末、1ヶ月後ぐらいに会社を退職する予定で、その後どういうふうに生きていこうかっていうのをちょうどなんかもやもやしながら考えた時だったんですね。で、やっぱり一人で会社辞めてもやもやしてたら、もやもやに押しつぶされて、自分の生きたい生き方をするぞって向かっていこうとしてるのに、なんかこうどこかそっちに行けない何かがきっとあるんじゃないかってちょうど思ってたタイミングだったので、そんなモヤモヤとうまく付き合っていたりとか、それを楽しめそうなのがモヤモヤ探検だなとなんとなく思って、はい、参加することに決めました。はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと具体的に言うと、ミカさんが、もやもや探検コーチ養成スクールに参加する前の心の状態ってどんな感じだったか、ぜひ教えてください。心の状態ですね。うん。えっ、と、自由になりたいっていうのが正直なところで、自由になりたいって思ってるのに、なんかどこか縛られに、安定を求めて縛られに行こうとしていて、やっぱりどこかにお金の不安とかがあって、もう雇われるのってちょっと無理だなってどこかで思って、もう雇われない生き方をしようって思ってるのに、やっぱり不安とかもやもやしてるところから求人を見に行ったりとか、心と行動が矛盾しているみたいなところがあって、それはそれでいいかなとは思ってたんですけど、そっちに引っ張られすぎると、やっぱりもともと本当に自分がやりたいことはそっちではなくって、だから周りの親とかともなんか結構ぶつかることが多くって、それもまたさらにモヤモヤしてみたいな感じの心の状態うんでした。うんうんうん。なるほど。その会社を辞めようって決めたのは、例えばどういうことが一番辛かったんですか？あんまりめちゃくちゃ辛いとかではなくって、うんうんなんとなく思ってたのが、嫌だからやめようっていうのはなんか私の中で違っていて、うんうんうん。逆にもうなんかやりきったぞぐらいな感じになったらやめようって思ってて、うんうで、ん。やめようかなってずっと本当に去年1年間ぐらい多分思ってたんですけうんど、たまにかいつやめようが、いついつやめよう、10月か12月末にしようって、うんうんうん、うん。のに変わっていって、うん。で、それがなんかたまたま、なんか12月のお給料の明細を見たときに、うんうん。たまたま働いてたなんか場所がちょっと変わった関係もあって、なんかうんうん。交通費でなんかもらってたお金がだいぶ見た目が上乗せされてたなっていうのに気づいて、うーん。自分がこれだけは最低でも欲しいなっていうお給料があったんですけど、うんうん。交通費のけたらだいぶなかったんだみたいなのに気づいて、うんうんうん。時給計算を手取りでしていくとめちゃくちゃ少ないみたいな。うんうんうん。頑張ってるのにこんだけしかもらってなかったみたいなうんうんうん。分かって、一番はやっぱり一人で子育てしてるっていうのもあって、今後なんか目指したい方向とかもあったので、うんうんもっとうんうん。自分の価値をしっかりお金さんとして受け取れるようなうんうん方向をうん。使いたいなっていうのがあって、一番その本当にシャキッと、もうやめようってなったのはそのお給料うで、んうん。お手当とかも、減るのが決まったタイミングだったので、なんかいろんなタイミングがもうあなたそこから、うんうん。そこにいる場合じゃないよってなんか言われてうんて、うん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 。もうやめようって決めて、いろいろやっぱり迷惑はかけたくなかったので、うんうん。といろいろな、いろいろ終わるタイミングというか、うんうん。
たまたま1月末かなと思って、で、会社に、上司に言ったっていう。なるほど。そっか。はい。じゃあ、美香さんは、じゃあもやもや探検工事養成スクールに参加して、どういうふうに変化していったか、ぜひシェアしてください。はい、確かそのもやもや探検の体験をさせていただいたのが、多分クリスマス前ぐらいだったかなと思うんですけど、うんクリスマス前にさせていただいた時に、私はなんか、ルンさんとお話できたというか、あの空間に、まあ、ズームだから、その場所には一緒にはいないんですけど、なんか繋がれてたのが、なんかすごい、なんか言葉ではなんかうまく表せないんですけど、なんか喜んでたんです、自分が。ううんん、嬉しくって、こうすごい心が穏やかで、すごい心地いいっていうのが一番合ってるかもしれないんですけど、心地よくって、で、その流れで、もやもや探検の体験を、それこそ25日、クリスマスうんうんにうん。させていただいて、で、もうなんかその時点では多分、もうする前からスクールに入ろうってなんとなく心の中で決めていて、体験からその、えっ、と、グループの体験から実際に個別の体験をさせていただくまでの間も、多分もやもや探検のことちょっと調べたりとか、なんかうんうん。こう、YouTube の配信とかされてるのも実際に見たりして、なんとなくこう雰囲気が分かったというか、あ、私でもなんかできそうかなとかうんうん。ってなんですね。で、その体験をさせていただいて、まあ、そこでもすごい、なんだろう、自分が多分ちょっと見たくなかったモヤモヤみたいな部分も出てきたりとか、なんか結構大事な本質的な部分にこう迎えてる気がして、まあ、もっとスクールに入ってしっかりそこをやっていくと、もっとこう自分の心の中がクリアになって、さらにこう行きたい方向に進めそうだなと思ってスクールに入ったんですけど、まあスクールに入るまでの分かる話だったんですけど、入ってからもうすぐ、なんか私はそのスクールに入るって決めて、こう、自分が決めてお支払いしたお金だったんですけど、今までこう、出したことのない金額だったので、すごい一生使えるスキルだし、絶対それ以上の価値があると思ったから決めたんですけど、やっぱり出してしまう、まだ出ていってはないけど、払ったことに対してすごい、また、ちょっとチーンって勝手になってる自分がいて、ちょっと受け入れるまでが何日かかかったんですけど、なんかその間もなんか多分ちょっとずつモヤモヤ探検をわからないながらにやっていくと、自分がこうしてみたいなって思ったことに対する情報とかが勝手に入ってきたりとかし始めて、まだその道の途中にいるなっては思うんですけど、なんか周り、私のお母さんとかも、なんか勝手になんか、例えば、玄米の炊き方、ちょっと知りたいかもって思ってたら、調べてないのになんか YouTube 開いた時に出てきたんやけどって言っうんうん。てたりとか、なんか周りでもちょっとミラクルが起こり始めてる、ちょっと不思議な、まあ、もやもや探検とどれくらい関係あるかはわからないんですけど、なんか不思議な出来事が、いい意味での不思議な出来事が起こってます。うんうんうん。はい。ありがとうございます。じゃあ、もやもや探検を、まあ、実践したり、コーチングを受けていくことで、一番美香さんが嬉しかったことは何ですか？嬉しかったことは、そうだな。なんか自分自身がもう純粋に喜んでるなっていうのが嬉しいですね。やっぱりこう雇われてた時っていうのは、もちろん結構楽しんでやってた自分もいたんですけど、なんかどっか違うなみたいな。とか、なんか毎日時間に追われてて、朝からバタバタ始まって、なんか何やってるんだろう自分みたいな。で、なんかやっぱり子供と楽しく生きていくための、まあ、やっぱり生きる資金としてお金さんはやっぱり必要だから働いてるっていう、まあ、お金のためだけじゃないけどやっぱりお金のために働いてるっていうのがあってなんだろうな、子供と楽しく生きるためなのに子供にすごいイライラしてる自分とか、で何でしたっけ？ うん、スクールに入って一番嬉しかったことは何かな？だったんですけど、なんだろう、会社を辞めたら結構心のゆとりもできて、子供との関係がまだ良くなるかもって、マシになるかもって思ってたんですけど、意外と全然変わらなくって、うん。関係ができたはずなのに、すごい、なんだろう、
余裕ができた分、子供もなんか朝、全然まだまだぐずぐずで、結局なんかギリギリバタバタで、結局私もちょっとイライラして、ちょっとどうなってるみたいなとかもあったんですけど、まあ、ルンさんとコーチングしていただいたりとかしていく中で、まあ、やっぱりまだまだ子供に対してってなると、自分の心とうまく向き合えてなかったなって、もやもやとうまく、付き合えてなかったなと思って、もう本当に正直に、子供との時間が欲しいなっていうのが湧いてきて、もう一日子供を保育に休ませて、過ごしてみると、なんかすごい穏やかになって、で、子供もなんか、ママと会えてよかったみたいなとか、すごい。うん。帰りに言ってくれたりとか、うん。なんか、会えてよかったで、なんか最後の言葉みたいですけど、うんうんうん。嬉しいみたいなとか、ううんん。なんか心に従うとこんなに、ちょっとしたことなんですけど、うん。なんか、幸せな気持ちに、うんうん。うん、のが、周りとの関係というか、家族との関係が変わってるのがすごい嬉しいですね。はい。はい、ありがとうございます。美香さんはシングルマザー、私と同じ、シングルマザーだから、なんか、やっぱりシングルマザーだからこその悩みというか、もやもやもきっとあるだろうし、その辺はどうですか？なんか、もやもや探検で、なんか変わったこととかありますか？シングルマザーだからなんか、うん、あーみたいなとかはあんまり思ったことなくって、うん、うん、シングルマザーだと、なんか児童扶養手当もらえるしみたいな。うん、うん、なんか、そこを全然マイナスに私は捉えてないというか、うん、こう、うん、だからといって、子供にすごい我慢させてとか、うん、うん、すごいなんか、全然こうシングルじゃない家族の人たちと比べて全然何も経験できないとかは、なんか、やりたくないというか、うん、うん、うん、が全くなくって、なんか多分どっかのタイミングで多分心が決まったというか覚悟をきっと決めたんだと思うんですけど、うん、なんか一時期はやっぱり給料も少なすぎてダブルワークというか、なんかしてたこともあったし、すごい今思うとすごい自分頑張ってたなと思うんですけど、うん、なんですかね、うん、さらに楽しむぞって思いましたかね。うん、うん、うん、で、もっとまあ、パートナーを求めてる自分もいるので、今後シングルのままかどうかとか全然わからないですけど、もやもやに出会ったら、この子供と2人で、さらにこう自由にやりたいことやりながら、たくさん人生を広げるような経験をしながら生きていけそうっていう、なんかレベルがちょっと上がったような気がしてます。はい。よかったです。はい。はい。じゃあ、美香さんのこれからの夢を教えてください。はい、これからの夢は、本当にコロナ次第なところもあるんですけど、コロナが収束した頃に、まあ、その頃には気がもしかしたら変わってるかもしれないですけど、海外に3分の1ぐらいいて、日本に3分の1、残りの3分の1は旅してたりとか、本当にその時の自分の心に従って、なんか自由に生きれる生き方をできるように、コロナが収束した頃にはそうなっていられるように、はい、なりたい、していきたいなって。あとは、まあ、それとも関連してたりとか、もやもや探検の、ルンさんもおっしゃってることなんですけど、好きな時に、好きな場所で好きな人たちと、一緒にいられる、生きていけるようなのが、まあ、夢ですね。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ最後に、もやもや探検コーチ養成スクールのおすすめの言葉をぜひお願いします。おすすめのメッセージ、皆さんに聞い私のてる方に。メッセージ、うん。うん、まあ、もやもやに宝あり。のすごい私の中でしっくりきた言葉で、まあ、ルンさんがいつも多分おっしゃってることではあるんですけど、このモヤモヤにある宝って本当に誰でも見つけられるし、そこにこうモヤモヤって一見こうマイナスな感じがするんですけど、そのマイナスかもしれないことをなんかもうフラットに向き合っていくと、いろんな奇跡がこう起こり始めて、諦めてたかもしれないことも、あ、
もしかしたらできるかもみたいになったり、もうやっちゃったりとか、すごい頑張らないとできないかもって思ってたことが、あんまりそう頑張らなくても、なんか自然とそうなってるみたいな状況がどんどん起こり始めてくるので、ぜひもやもや探検、本当に一生使えるスキルだなって、まだ私、スクールに入って2ヶ月経ってないぐらいですけど、本当になんか心の底の方でそういう風に感じるので、ちょっとでも気になったら、ぜひもやもや探検やってみてほしいなって思います。はい、ありがとうございます。では、美香さんのインタビューでした。ありがとうございます。なぜ心理学を学ばなくても、もやもやに隠れた宝を見つけるだけで会社に縛られずに 100% 人生を遊び尽くせるのか、時間と人と場所に縛られない秘密、3ステップ今だけ限定無料公開中です。下の概要欄の URL からメルマガ登録をして、ぜひプレゼントを受け取ってください。では今日も見ていただきありがとうございました。もやもや探検家ルンでした。